珍しく7時前に、アルベルゲチェックアウトできたんで、今日はまだ肌寒いこの朝の時間からがっつり歩いていきたいと思います。ブルゴスに結局3泊したんで、だいぶ体も休まったし、先週も2本ぐらい動画着手できたんで、また今日から歩き旅入っていきたいと思います。じゃあ行ってきます。朝のブルゴス大聖堂も朝日浴びて綺麗な感じになってます。こんなに飛行機雲出ることある？これブルゴス大学らしいです。めちゃめちゃ歴史を感じるなんかブルゴスのアルベルゲの時から相当な巡礼者の人数がいて、で案の定今日の朝出発した巡礼路もすごいなんか林間学校ですかってぐらい巡礼者が結構過去一今までで一番いたんで、なんかちょっと嫌でやっぱ一人になりたいところが結構これあるので、歩幅を速くして早歩きでその集団から抜けてやっと今一人になれました群れたくなかったり一人を求めて来たっていう部分もあるのかもしれないけど、あんまり人が多すぎるところはちょっと今求めてないのかもしれない。内政の旅でもあると思うから、僕は基本的にソロでやってるのでそういう気持ちです。一人で歩きたいという気持ちの報告でした。松ぼっくりでかくない？これなんかカミーナの噴水っぽいんですけど、飲めるのかな？未知すぎる。途中にあった修道院かなに寄ったら、そこにいたシスターみたいな人が祝福してくれて、あなたのこのカミーナの道に幸せが訪れますようにということで、こういうメダルをもらいました。ちっちゃい。そのメダルとともになんか歩んでいってくださいみたいな感じらしいです。ありがとう。大事に首にかけて巡礼旅の最後まで共に歩もうと思います。今日は結構一緒に歩く人が多いです。巡礼者のためのお店があって、いろんな巡礼者の写真も貼ってるし、こういう貝殻とか、あとトイレットペーパーとか、歯ブラシ、日焼け止め、リップクリーム、巡礼者が必要なものが一通り揃っているお店です。Buen camino. Buen camino, gracias. 軽い気持ちでバゲット頼んだらでかすぎない？バカデカバゲットマジでバカデカすぎる。この中にいっぱい生ハム、こんなにいっぱい詰めといたぜって言われたんだけどさっきのおじちゃんサービスしてくれるのありがたいけど、これもう1日分の飯やで。でかすぎ。何人前や。構造色のに聞こえてるわいただきます。こっちの人こんなでかいの食うのなんかまあ美味しい。生ハムにパン。こういう村とかでみんな
ご飯食べたり休憩したりしてるんだけど、そういうスポットもやっぱ固まるわけよ。巡礼者がレストランに行ったりバーに行ったり、なんかそういう休みスポットみたいなところで休憩するのにも固まってるから、なんか嫌だなと思って、俺は今ここどこかというと、いじめられっ子じゃないけど、この教会の裏手、後ろの木陰に休んでます。みんな向こうの方のなんかすごいテラスとかがある席、ちゃんとベンチがあるところで休んでるんだけど、僕はこの教会の裏側に一人地べたに座ってます。無心で食ってたらあとこんだけになった。めっちゃ食った。トイレのマークが男用、女用、おじさんとおばさんがマークになってる。しょんべん器が高いしちっちゃ。ハートっぽい雲を見つけた。ここどこやねーん。こんな小麦畑のど真ん中にアルベルゲがある。すごい、砂漠に急に現れた宿って感じ。Hello, check in please. Yes, here in the bar. Villa Fontaine. Villa Fontanas? Yes. I need your passport, please. Okay. Is one person? Only One, you? one. Okay.今日のメニューです。今日もコース料理です。
エステーリャって書いてあるビールかな。飲んでみます。2品目、パスタが来ました。麺の方かと思ったらこのペンネの方かなのパスタでした。上は多分これチーズがかかってますね。トマトベースのソースと絡めてあります。いただきます。赤ワイン頼んだらまさかのデキャンタできました。パセラ？取るの忘れて食いかけになっちゃったんですが、ビーフステーキです。やっぱりこっちのステーキって薄いのかな。デザート来ました。全然わかんないです。何か食べてみます。チーズケーキだったけどめっちゃ複雑な味。これちょっとザクザク感のあるナッツみたいな、なんだっけ、なんかナッツじゃないけど、まあナッツみたいな感じで、チーズケーキなんだけどちょっと塩味塩味がある感じにラズベリーソースがあって、チョコもかかってる。なんかいろんな味が口の中でマリアージュ。ワイン頑張ってここまで飲んだんですけど、もう酔っ払いそうなんでやめときます。おはようございます。昨日泊まった宿はこんな感じでした。これもクイーンサイズぐらいかなの大きなベッドが一つの、シンプルな部屋ですね。絵も飾られてて、お花の絵ですね。洗面台はこんな感じでした。アメニティもちゃんと、石鹸とシャンプーかな、バスジェルもあって、ドライヤーもあります。タオルもこれちょっと使った後なんですけどちゃんとあって、トイレで、シャワールームはこんな感じです。綺麗なシャワールームでした。ちゃんとシャワーヘッドの固定も十分だし、お風呂セットを置くところもちゃんとありました。昨日ユーロカップの決勝戦、スペインとイングランド戦がやってたんで、部屋のテレビで見てもよかったんですけど、
気づいたら普通に寝落ちしてましたね。今日は今10時半ぐらいで、朝ね、8時頃とか、ちょっと前まで雨が結構降ってたみたいなんですけど、もう上がったみたいなんで、今日も遅めの出発なんですけど、歩いていきたいと思います。この部屋は1番でした。ルームナンバーがワインのコルクで作られてます。このホテルのラウンジスペースになっていて、Wi-Fi もめっちゃ早かったんで、昨日の夜はここでゆっくりしてました。照明もね、なんか可愛いんだよね。一個一個のインテリアも可愛いです。ありがとうございました。行ってきます。スペイン式のかかし的なやつがあります。ああいう感じで前に巡礼者がいると、ああ一人じゃないんだなと思ってちょっと嫌な気持ちになりますなんか遺跡っぽいところに到着しました。次の町っぽいところに到着しました。町の名前はカストロジェリズかなって書いてあります。この村の教会に入ってみたいと思います。いろいろな多分司祭さんたちが着る衣装が飾られてます。ここはなんか絵が飾られてる。なんかフェンディあるんだけど、これフェンディのマークだよね。あの目の前の山を越えていくっぽいです。あの道を渡って。道が果てしなすぎる。砂漠ですか。この緑色の全部ひまわり畑なんだけど、全員向こう向いてるし、なんなら咲いてない。今右側にひまわり畑、左側に小麦畑という謎のコラボレーションの道を歩いています。相変わらず風がめちゃめちゃ強いです。もうどこまでするか分かんないけど、村が全然見えなくて、向こうに広がる小麦色の大地が砂漠に見えてきました。風が強すぎてやばいです。日傘さしたらもう傘がひっくり返るぐらいの強さで、
歩けないほどじゃないけど、めちゃめちゃ風が強い。しばらくはこの不審者スタイルで行きたいと思います。でも風が強いんで、暑さよりも涼しさが勝ってるんで、そこはいいかなと思います。もう今5時なんですけど、歩き続けてたら足が乗ってきて、痛みとか全部まひって、なんか逆にいい感じになって歩きやすくなったので、もうちょっと歩きたいと思います。ただ、夜の7時過ぎるとチェックインできなかったり、ご飯屋さんも閉まっちゃうところが結構多いので、それまでには、歩くのをやめたいと思います。スプリンクラー巻いてるけどカメラに水が当たらないように気をつけます。今日はピエントフィテロ、ここのホステルに泊まりたいと思います。ほら、Can I book tonight? A bed? Bed, I want bed. Yep. 到着しました。すごい、なんか綺麗な宿なんだけど、あんまり期待していなかった分、とてもいい感じです。ここは、クローゼット。ベッド脇にもちゃんとコンセントがあります。ここは鏡があって、作業机もあります。トイレも綺麗そうですね。で、シャワールームはこんな感じ。ちゃんとお風呂セット置く場所もありますね、ここは。洗面台はこんな感じです。アメニティは多分ハンドソープと、あと、これはなんだ？バスジェルとシャンプーって書いてあるんで、ボディーソープとシャンプーがあるかな。タオルもついてました。夕食が、下のバー兼レストランがあって、そこで午後7時から出るっていうことなんで、それまでに今6時前なんで、シャワーとかもろもろやることを済ませて、今日もかいっぱい歩いたんで、お酒をめちゃめちゃ飲みたいと思います。ビール楽しみです。じゃあ、洗濯とかシャワーとか行ってきます。You can mix it. You have meat, you have salt, you have water, wine. If Wow. you need more water, Gracias. Come inside. One island here, just to do some experience. Paraguaya! おはようございます。時刻は6時前ぐらいですね。6時ちょうどぐらいか。なんですけど、今日はちょっと早めに歩こうと思って、予定では、今日の泊まるところで2泊ぐらいして、ちょっと編集進めたいなって、今10日分ぐらいかな、溜まってしまってるんで、今日2泊する予定なので、早めに出て、ちょっと歩く距離を稼ごうかなと思って、多分この旅で一番早い出発になってます。だいたい35キロ前後ぐらいは今日歩く予定なので、一歩一歩噛み締めて真摯に進んでいきたいと思います。じゃあ、行ってきます。ちょっと朝の街並みもそうだけど、このちょっと寒いぐらいの気候とかも含めて、朝早く歩くのめっちゃいいな。ちょっと気づくの遅かったかもしれないけど、巡礼者が早めに出発して早く歩き終えるっていう、なんか理由が分かったわ。めちゃめちゃいい。もう5時ぐらいからまだこの青白む前、空が黒い、まだ夜の段階ぐらいから歩き始めてもいいぐらいだわ。これ
すごい静筆な時間が流れていて、自分だけがここにいて、自分だけの空間みたいな風に感じられて、めちゃくちゃいい。あとやっぱり朝早くから歩くっていう風に考えると、ドミトリーのアルベルゲじゃなくて、ちゃんと個室、一人部屋があるところ泊まった方がいいなと思いました。やっぱ朝が早いとみんなまだ寝てる人が多くて、暗い中、電気つけられないから暗い中朝の準備するのも大変だし、やっぱり一人部屋取ってちゃんと電気つけて朝の支度した方が効率はいいのかなと思いました。Buen camino.今日は左手には広大に広がる小麦畑、そして右手には、ドブを横目に眺めながら歩いてます。ドブ川の先にダムがありました。最初の町、フロミスタかな、着きました。ここでちょっと朝ごはんと、あと水がないので水分を補給したいと思います。こちらの巡礼者歓迎してそうな食料品店でお水とアクエリアスをゲッチュしました。にゃにゃ、虫ですか？にゃ。めちゃくちゃでかい白いお馬さんいる。こんにちは。牛さんもこんにちは。こんにちは。これ何の木かわかんないけど、多分ブドウなのか。下にこの点々点々ってなってるの全部ブドウが落ちてる。これブドウの木なん？このカフェテリアで、ちょっとご飯食べたいと思います。ほら、Can I eat? Okay. Mahonesa. Esto viene con mahonesa.
Okay? OK。 Okay. 今日の初飯は、ツナサラダと、これは何だろう、ミートボールみたいな感じかな。なんかよくわかんないけど食べてみます。左側全部一面のひまわり畑が広がってます。右は安定の小麦、そして今日は朝の6時から歩いてて、今、2時ぐらいかな。なんで結構もう歩いてるんですけど、まだ今日の宿泊地まであと、2時間半ぐらいあるので、もうちょっと、歩かないといけないんですが、見ての通り日陰が全くない道なんで、ずっと日傘さして熱中症に気をつけて歩いています。今日も見ての通り新車スタイルです。蜃気楼が見えてる。暑くて。この休憩所で休んでました。ハエがめちゃめちゃ多かったです。さあ、あと1時間半ぐらいかな。歩いてきます。本日の泊まる町、カリオンデロスコンドスかな。やっと到着しました。インスタライブでみんなと喋りながら、歩いたんで、割と最後の1時間44分ぐらいは楽しく歩けることができました。見てくださった皆さんありがとうございます。今日は、民泊かな、アパートをなんか一室、貸し切りで貸してるところをブッキングのところに取ったんで、なんとスコア 9.8 だったんで期待してます。そこに、チェックインしに行きます。おそらく今日泊まるホステルじゃなくて民泊のところ着きました。おはようございます。昨日マジで一日ぐうたら日和というか、だらけて何もしなかったんで、YouTube ライブをメンバー限定配信で6時間、一般配信で2時間ぐらいかな。で、合計8時間やっていたので、ほぼほぼ
ビール飲んでポテチ食いながらずっとライブ配信していた日でしたなんで編集が全然進んでないんで、ここの宿もう一泊延泊できないかってオーナーさんに聞いたんですけど、ちょっともう今日予約入っちゃってるみたいなんで、この町にもう一泊だけ別の宿取ったんで、今日こそはちゃんと編集して、でちょっと溜まってるデータは多分全部は無理だけど少しでも消化して、で、明日からまた歩き始めたいと思います。簡単に2泊させていただいたお部屋紹介します。大人数でも泊まれるようにエキストラベッドっていうかこういうのもあって、全身鏡も地味にあります。で調度品インテリアもなんか一個一個可愛くて、エマージェンシーセットも何気あるっていう。でここには観光情報とかのリーフレットがたくさんありました。ここね、ブッキング .com で評価が 9.8 だったんだよね。とっても高いスコアの宿でした。でちょっとここに多分ほぼほぼ飾りのパーテーションみたいなのがあって、でメインのこれはクイーンサイズキングサイズわかんないけど大きいベッドがあって、まあちょっと使った後なんでめちゃめちゃになってるけど、でサイドテーブル2つに間接照明で、ここにも謎のソファーと、まあ、造花ですけどお花がありました。インテリアがなんか一個一個ね、本当に北欧な感じがあって可愛いですね。でリビング、キッチンもついてますのが、謎にここにベンチが飾られてたり、でキッチンはこんな感じです。ここ民泊なんでホテルとは違って本当に暮らすように泊まれるというか、電子レンジとかオーブンでちゃんとこういうカトラリーとかナイフとかも全部用意されてて、ここにはグラスが入ってたかな。こんな感じでグラスもいっぱいありました。あとここ開けると調味料とかもね入ってたりして、本当に生活するように泊まれる感じですね。冷蔵庫の中もちょっと食べちゃったんだけど、なんかちょっとしたバターとか、あとフルーツ、なんか本当はバナナとか、あとなんかいろんなフルーツがあって、あと牛乳もありましたね。水もありました。ドラム式の洗濯機ついてて、これめちゃめちゃ、もうヨーロッパの洗濯機本当表示むずいんだけど、Google 翻訳使って全部翻訳してなんとか選択しました。一個一個こうやって覚えてきますね。ここには洗剤とか洗う系が入ってて、でこれは食洗機ですね。食洗機もついてます。本当に生活って感じ。でここでだいたいここにソファーでなんか寝てましたねここでグダグダしてました。ここのテーブルはあんまり使わなかったかな。シャワールームこんな感じです。大きい鏡。ここ開けるとドライヤーとかトイレットペーパーの替えが入ってます。シャワールームはこんな感じです。なんかおしゃれなシャワー台。この普通のシャワーと、あと上から出るタイプのシャワーでした。あと珍しくなんかこのよく日本のビジホとかについてるシャンプー、リンス、ボディーソープが出るやつがついてました。もちろんお風呂セットを置く場所もあり、ただね水圧はそんなに強くなかったですね。むしろ弱かったですね。暮らすように泊まれるっていう体験ができて、ここの現地で実際に暮らしてる人の生活を少しちょっと疑似体験できたんじゃないかなと思って、とてもいい宿泊体験になりました。じゃあちょっとご飯食べに行ってきます。朝の街並みです。11時ぐらいなんでもう人が出てきてる感じで活気がありますね。ここのレストランでご飯食べたいと思います。ほら、this one please. Gracias. すごいフォークぶっ刺さった感じで出てきました。キッシュかな、キッシュと、バゲット、朝ごはんいただきたいと思います。多分野菜のキッシュな気がする。
今日の宿ホステルプラザメイヤーかな、着きました。チェックインしたいと思います。 I reserved booking today. Soon. はい、本日の宿にチェックインしました。本当にシンプルな作りで、シングルベッドルームに簡単なデスクがあるぐらいですね。特筆すべきことはない。テレビもありますね。で、こちらが浴室で、洗面台で、ハンドソープとトイレットペーパーの替えと紙コップ。タオルもね、一応ありました。で、トイレにシャワールームですね。で、多分、そこにボディーソープとかシャンプーとかがついてますね。水圧はわかりません。で、マイオール広場っていう、多分この街の一番大きな広場みたいなのが窓からはこんな感じで見えます。今日も暑いですね。本当に編集するためだけに撮ったので、作業を黙々とやって、集中したいと思います。タコ頼んでみました。うまそう。バゲットもなんか面白い形。いただきます。シャンパンスパークリングワイン。gracias. ¿No sabía que tenía una gestoría? Gracias. やばい。1本来たかもしれない。マグロのなんかよくわかんないの来ました。シャンパン1本飲まなきゃいけないんで頑張ります。ここまではやめました。